ードも絵も描けます。兼業絵描きの沢渡一馬です。今回はなんとなく描いている限り一生絵に自信がつかない問題についてお話しします。これで合ってるのかなと迷いながら何度も描き直すことありませんか？実はうまく描けないことより理由なく描いていることこそが不安の原因かもしれません。実は昔の私も同じことで悩んでいました。迷いが積み重なり自信をなくし絵をボツにしてしまう、そんな経験をずっと繰り返していたんです。でも根拠を持って描くという考え方を取り入れてから私は変わりました。絵を描くのが楽しくなり成長も実感できるようになりました。そして何よりも自分の描き方に自信を持てるようになったんです。これは絵を続ける上ですごく大きな力になります。私は IT エンジニアでもあり、この考え方は仕事で学びました。今回はその知見を絵にどう生かすかを解説します。他にも先延ばししない方法や習慣化する方法など効率よく絵に取り組むための方法を投稿しています。後で見つけられるように今のうちにチャンネル登録しておいてください。それでは早速始めましょう。そもそもなんとなく書き直すことのどこがダメなのでしょうか？それは理由がはっきりしていないまま修正しているからなんです。つまり自分の判断に根拠がない状態だから、何度直してもこれで合ってるのかなという不安が消えないんです。なぜなら成功しても失敗しても自分の中で理由が説明できないからです。私も昔はそうでした。絵を描いても全然納得できなくて何度も何度も描き直すのに全然良くなっている気がしない。1枚に1ヶ月かけても完成できなかったことがありました。実際なんとなく直すのはガチャを引いているのと同じとどこかの動画で聞いたことがあります。まさにその通りで、運よく当たってもなぜ当たったのかがわからないままなんです。だから再現性がないしずっと運頼りになってしまいます。絵が上達するにはとにかく描けとよく言われていますが、ただ時間をかければいいというわけではないんです。必要なのは根拠です。その根拠の重要性に気づいたのは社会人になってからでした。私は IT エンジニアとして働いていますが、この仕事ではなぜそのやり方にしたのかと必ず問われます。なんとなくこのように作ったでは通用しません。明確にこういう理由があるからこのように作ったと言えなければ無責任になってしまうのです。例えばあるシステムで 2MB までのファイルしかアップロードできない仕様にしたとします。その後 3MB のファイルがアップできないのはおかしいとエンドユーザーからクレームがついたとします。しかしアップロードするファイルのサイズは 2MB で十分だとシステムの発注者と合意できていたという根拠があれば、それは正しい動きなのだと自信を持って言えるわけです。逆にその根拠が曖昧だと適当に作ってんなーとお客様の信用を失ってしまったりすることになります。だからこそ根拠を持って決めることが当たり前になります。でもこう思いませんでしたか？絵を描くのにいちいち根拠を集めるなんて面倒だ。確かに仕事なら必要かもしれないですけど、趣味の絵にまで根拠を持ち出すなんて、そう思う人もいると思います。正直に言うと面倒くさいです。でもやらない限り自信は持てません。なぜなら自信は自分の判断を正しいと思えることで生まれるからで、そして判断するためには必ず信頼できる根拠が必要だからです。とはいえ難しく考えることはありません。私たちは普段から無意識に根拠を使って判断しているからです。例えば始業時間が朝9時で電車は8時に乗らないと間に合わない、だから朝は7時に家を出るといった日常生活での判断があります。こうした判断にはちゃんと根拠があります。ただしこの例における始業時刻や電車のダイヤと乗車時間といった信頼できる判断の根拠が絵の世界には少ないんです。絵は特に正解が見えづらい世界です。なぜなら美術は感覚に頼る面が大きく絶対的なルールが少ないからです。美術解剖学でさえ絶対ではありません。例えばドミニク・アングルというフランスの画家はグランド・オーダリスクという作品で背中を長く描きました。現実にはありえない長さだったため当時は脊椎の数が多すぎると批判されました。しかし彼は背中を強調するためにそれを意図して描いていました。そんなに現実が大事なら写真で満足しとけよという気持ちで絵にしかできない表現を追求したんです。このような取り組みが今のデフォルメ表現につながっていったのだと考えると面白いですよね。デフォルメ表現は描いた人の美的感覚や価値観などその人の個性が現れるものです。だから絵には絶対的な正解がないと感じて当たり前なんです。それではなぜプロの描きは自信を持ってノウハウを語れるのでしょうか？それは自分で見つけた描き方を何度も試してうまくいった経験を積み重ねているからです。そのため私たちもいろいろな情報を自分で集めて咀嚼して自分なりのやり方を見つけてこれで合っていると思える経験を積み重ねることが自信につながります。昔の自分が勘違いしていたのは他人が持っている絶対的な正解さえ知ることができれば自分は自信を持つ人間に変われるという思い込みでした。
しかし他人の知識を聞くだけでは足りません。大事なのは自分自身でその知識の正しさを確かめたり、その知識を加工してより正しい答えを出すことなのです。それが書くことに対して不安をなくし、自信を育てていく唯一の方法です。ここまで根拠を持って書くことが大事という話をしてきました。でもそれって具体的にはどうやるのと疑問に思った方もいるかもしれません。そこでここでは私が実際にやってみた例を紹介します。簡単な方法ですが効果はしっかりやりました。私は初心者の頃、体のバランスがどうしても変に見えるとよく感じていました。でもどこがどう変なのかはっきりとは分かりませんでした。だから直してもまた変な感じになってしまいました。これではいつまで経っても自信は持てません。その不安を何とかしたくて、私は本に載っていた人体比率という考え方を試してみました。例えばルーミスの優しい人物画という本では、体の各部分を頭の大きさを使って測るという方法が紹介されています。肩の一番広いところは上から頭が2つ分の高さ、ウエストは頭3つ分の高さ、そんな風に体のいろいろなパーツの位置を頭の大きさを単位にして測る方法です。この比率をもとに実際に何度か書いてみました。するとなんか変な気がするけどどうしたらいいかよくわからないという感覚がだんだん減ってきたんです。この比率で書けばだいたいバランスよく見えるんだなと思えるようになって少し安心できたのを覚えています。このように体のバランスを測るための物差しがあると不安が減り、書くことが楽になると分かったんです。でもここで一つ疑問が出てきました。私が描きたいキャラクターのバランスとちょっと違う気がするなということです。私が描きたいのはアニメや漫画に出てくるような頭が少し大きめのキャラクターです。でもルーミスのような教本に載っている比率は現実の人間に近いものです。だから私が描きたいキャラには残念ながらこの比率は使えそうにありませんでした。とはいえ体のパーツを頭の大きさで測るという方法はかなり使えそうだと分かりました。そこでこの情報を根拠として今度は自分の好きなイラストを見て自分でキャラの比率を調べて人体比率とすれば良いのではないかと判断できました。私は頭一つ分の大きさを基準にしていろんな部分を測ってみました。このキャラなら肩の高さは頭 1.5 個分ぐらいだな、手は意外と小さくて 0.9 個分ぐらいかな、そんな風に自分で観察してまとめていきました。これは私の最初期の人体比率のまとめです。その比率を何度か使って書いてみると、この書き方なら自分の好きなバランスで書けると感じるようになりました。こうして自分で調べて試すことでこの書き方でいいんだと自信を持てるようになったのです。ちなみに現在の人体比率のまとめはこんな感じです。大事なのは本に書いてあることを足がかりに自分の中に信頼できる根拠を集めていくということです。そのためには自分で使ってみてどうだったかをちゃんと確認することです。そうすれば自分の判断に自信を感じられるようになります。このように自分で試して確かめたことがあるからこそ自信を持ってこれでいいと言えるようになったのです。さて IT 業界で培った根拠の立て方がイラストにも応用できるというお話をしました。実はイラストに使える IT 業界の考え方は他にもあります。その一つが作ったものが正しくできているかを確認する工程です。 IT 業界ではプログラムを作った後にきちんと動くかどうかを必ず確認します。ただ動かしてみるだけではありません。確認のためのチェックリストを Excel などで作り、項目ごとに一つずつ丁寧に確認します。これは品質を守るために当たり前の作業として日常的に行われています。この確認作業の考え方はイラストにも使えるのではないかと私は思っています。時々プロのイラストレーターの作品で指が6本あるといったミスが話題になることがあります。こうしたミスも納品前にチェック項目を用意して確認していれば防げたかもしれません。このように学んだことが別の分野で役に立つことを心理学では学習の転移と呼ぶそうです。皆さんが普段働いている中にもイラストに使えることがあるかもしれません。本当はプロのイラストレーターになりたいと思いながらしぶしぶ今の仕事をしている人もいるでしょう。でもその仕事の中に絵に活かせるヒントがあるかもしれません。働くことは生きていく上で必要なことです。これは誰もが認める前提ですよね。でもせっかく働くのならこの仕事の中にイラストに活かせる考え方はないかなと考えてみるのも良いと思います。例えば作業を効率的に進める工夫やミスを減らすための確認のやり方などです。こうした考え方は実は絵を描くときにも応用できることが多いです。もちろんどんな仕事でも絵とすぐに結びつけられるとは限りません。でももしかしたら役立つ部分があるかもと考えるだけで働くことの見え方が少し変わってきます。私もこの経験を絵に活かせないかなと考えるようになってから仕事への気持ちが少し変わりました。それまでは単なる作業だと思っていたことも今では絵の勉強につながる材料集めのように感じられるようになりました。もし今
働くことがしんどいと感じている方がいたら、ぜひこうした視点を試してみてほしいと思います。ほんの少しでも気持ちが前向きになるきっかけになれば嬉しいです。それでは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。